こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はトピックスとして、皆さんご存知の通り2024年において技能実習制度というのが廃止が決定をして、新たに育成就労制度というのが創設されるということになっております。今現状、育成就労に関しては、その内容の議論がされて、これからいろいろ出てくると思いますけれど、その中で今、制度構築の動きに関して少し動きがあったので、ご紹介をする。そして、それに先駆けて Q&A というのが出ておりますので、その Q&A の内容についてもご紹介をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、育成就労制度の概要とポイントについて見ていきたいと思います。そして、まだ制度構築、詳細は出てきておりませんけれど、それに先駆けて Q&A というのが一部公表されておりますので、Q&A の内容について見ていって、この育成就労制度と密接な関わりのある特定技能制度というのもあります。この特定技能の制度について解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは育成就労制度の概要とポイントになります。長らく、行われてきました外国人技能実習制度というのの廃止がもうすでに決定をしているといった状況。この外国人技能実習制度というのは、制度の名目としては、国際貢献、そして人材の育成といったところになっておりました。今現状はですね、2023年で40万人を超える外国人技能実習生を受け入れているといった状況ではありました。ただ、この技能実習制度、問題点も数多く指摘されていたといった状況で、まずは技能実習の目的が形骸化をしているといったところ、技能実習は国際貢献人材の育成を目的としたものでありますけれど、多くの外国人技能実習生を使っている実習実施者の中で、国際貢献人材の育成をしようと考えている企業はほぼないのではないかというふうに思っております。実際は人手不足解消のための外国人労働者の雇用といったところ、そういった大義名分と実質の違いのところから出てきたのが、賃金の未払いですとか、人権侵害といったところの問題も大きくなってきています。その結果ですね、技能実習生の失踪者というのも増えてきている状況で、今年間で約9000人ほど外国人技能実習生失踪といったことになっております。こういったところを受けておりますけれど、外国人技能実習制度、全部で5年間ですね、1号、2号、3号とありますけれど、外国人技能実習生1号については1年間、2号は2年間、そして、受け入れ企業、そして管理団体等にもよりますけれど、3号に行った場合はさらに2年という形になる。そして、その後は2019年に新しく作られました、特定技能という制度がありまして、そちらに移行することができるという形になっておりまして、特定技能1号で5年間。そして、今、制度改正がされて、ほぼ全ての業種、一部介護を除いてになりますけれど、特定技能2号という形で2号に進んで、人材確保のため、労働力確保のための制度としての特定技能に移行をしていくという形になっております。ここの技能実習についてはですね、すでに廃止が決まっていて、今後、育成就労という制度が設けられると。ここのスタートにつきましては、2027年を予定をしているといった状況ではありますけれど、ここの目的としては、特定技能1号に3年間で育成をしていくということを目的としているもの。そして技能実習でも問題になっておりましたけれど、転職の問題ではありますけれど、ここに関しては転職不可ではないんですけれど、一定の要件を満たした場合に1年から2年程度で同業種に限り転職が可能という形になっております。この育成就労制度については2027年を予定をしておりますけれど、2025年になりまして、ようやく有識者会議というのが立ち上げになっております。そして2025年2月の中で、概要ですとか方針を取りまとめた上で、2025年の12月に
分野別の概要の取りまとめを行うというスケジュールになっております。こんな中でですね、今後、技能実習から育成就労に移行をしていくという形になりますけれど、そんな中で、まだ詳細は出てきていない中で、育成就労制度に関する Q&A というのが出てきておりますので、内容について見ていきたいと思います。まず、どのような国籍でも育成就労制度で受け入れができるのかといったところに関しましては、ここは原則として2国間の取り組みが必要という形になっております。これは今後ですね、日本と諸外国の中での取り決めを行っていって発行した段階で受け入れが可能という形になってくる。そうしますと、海外諸外国、多くの場合は送り出し期間というのを設けているかと思いますけれど、やはり技能実習制度と、スキームとしては変わらず送り出し期間を通しての受け入れということになるのではないかなというふうに思っております。また、技能実習制度においては、企業単独型と言われるものと、団体管理型と言われる管理団体さんが、関与するもの、大きく2つありましたけれど、今後、育成就労制度においては、企業単独型は、単独型育成就労という名前に。団体管理型に関しては、管理型育成就労という名前に変わって、大きく2つで育成就労制度を行うという形になっております。そして従来管理団体で関与していた団体管理型ですけれど、育成就労制度に移行した場合の管理型育成就労においては、管理支援機関というところがそこを行うという形で、今、管理団体さんがですね、今後そのままスライドをして管理支援機関になるということが多いのではないかと思います。そして、この技能実習制度から育成就労に移る上で、大きく変わるのが団体管理型からの管理型育成就労という形になります。その他ですね、企業単独型において少し変わる部分が、外国人の受け入れの範囲が変わってくるといったところで、従来短期型で受け入れたい企業単独型ありと思いますけれど、こちらに関しましては今後新たに設けられる企業内転勤2号というのができるようなので、そちらに変わると。また取引先企業から受け入れているという場合もありましたけれど、その場合はですね、今後は単独型育成就労では受け入れることができずに、管理型育成就労で受け入れるという形になり、企業単独型の場合は少し注意が必要と。また、団体管理型から管理型育成就労に変わりますけれど、この場合、窓口になるのが管理支援機関という形になりますが、今の管理団体からそのままスライドして無条件で移行できるのかというとそうではなく、新たに許可を受ける必要があるという形になりますので、この許可の条件についてはまだ詳細出ておりませんけれど、社内の書類整備が必要かと思います。そして、従来の技能実習における問題点を改善するためにですね、管理、支援、保護の強化という形で、受け入れ機関と密接な関係を有する有職員の関与を制限をしていくことです。また、外部監査人の設置義務も義務付けられるということで、今はですね、指定外部役員を設けているところも多いかと思いますけれど、今後は外部監査人を設けなければいけないという形になりますので、注意が必要です。また、受け入れ機関数に応じた職員の数というのも決められていくという形。今、介護はですね、ある程度決められておりますけれど、その他はないという状況ですが、今後は全ての分野において、受け入れ機関数に応じた職員というのも義務付けられるという形になりますので、職員の確保というのも検討しておいてほしいと思います。そして、そこから引き続き、つながっていくのが特定技能制度という形で、1号、2号というものがありまして、2019年に創設をされたというものになっております。今現状ですね、続々と特定技能への移行という形が進んでおりまして、今は20万人を超える状況になっている。この特定技能制度についてはもう、明確に人手不足を解消という形で謳われているもので、今現在16分野という形になっております。そしてこの特定技能制度で外国人を受け入れる場合は、協議会への参加というのが義務になっておりますけれど、ここに関しましては、育成就労でも同様となるという見込みになっておりますので、受け入れ期間に関しましては、育成就労制度のスタートの段階で協議会への参加が必要という形になっております。
今現状ですね、この育成就労制度、特定技能制度等を含めて、今後外国人労働者を今後の5年間において82万人受け入れていこうという予定にしておりますので、今後ますます外国人労働者が増えていくということが予想されます。そして最後に注意点とまとめですね。有効期限ですね。今現状、団体管理型の管理団体の許可についてですね、有効期限あるかと思いますけれど、こちらはこの管理団体としての有効期限の更新も必要と。ただし、育成就労において、管理支援機関の許可を受けた場合は、管理団体としての有効期限の更新は不要となっております。また、よく相談を受けるんですけど、元技能実習生ですね。2年以上技能実習を行った外国人が再度来日をして、新たに育成就労で働くことは原則不可となっておりますので、注意が必要です。今後は外国人材からも選ばれる国、選ばれる会社となることが必要となってきます。環境づくりに取り組んでほしいと思います。その環境づくりとしてダイバーシティ経営ということをですね、念頭に置いて進めてもらえたらと思います。そして最後に注意点とまとめとなります。まずは有効期限の確認ということで、今現状技能実習における管理団体の許可の有効期間あるかと思います。こちらの更新はこちらで必要となりますが、ただし今後明確になってくる育成就労制度としての管理支援機関の許可を受けた場合は、管理団体の許可の有効期限の更新は不要となっております。また、よく聞かれるんですが、元技能実習生だった場合、新たに育成就労制度で就労できるかといったところですが、2年以上技能実習生を行った外国人が再度来日をして、育成就労制度を使うことはできないということになっておりますので、注意が必要です。今後は外国人材からも選ばれる国、選ばれる会社である必要があります。そのためにはダイバーシティ経営と言われる多様な人材の受け入れ活躍ができるような環境づくりというのが必要になってくるかと思いますので、今のうちから取り組んでほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。